J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通したさまざまな出会いを語るひとときをお送りしています。今週はピアニストの小林愛美さんをお迎えしました。こんにちは。こんにちは。いや、ありがとうございます。小林愛美さんのプロフィールをちょっと紹介させていただきます。3歳でピアノを始め、7歳でオーケストラと共演、9歳で国際デビューを果たしました。2021年にはショパン国際ピアノコンクールで第4位に入賞。そして、2024年11月には産休育休を経て3年ぶりとなるアルバムをリリースされました。なんか公の場で話すのって初めてだっけ？そうかもしれない。まあプライベートではさ、ね、結構ね、ちょくちょく会うじゃないですか。ね。でもなんかこうやってラジオとかでそう話したことない。まあ旦那さんのね、京平ソイタさんとはよくというか、まあラジオで何回か話したりもしたことあったけど、はい。まあ実はね、ここも交流があるんですよということをね、意外と同い年。知ってもらおうと思ってね、同い年ですしね。そう、同い年なんでね。95年何月？7月あ9月だっけ、負けたわ。勝ったわそう、まあそれこそショパンコンクールの時とか、まあ一緒に受けてたから、まあその時ね、ポーランドワルシャワとかね、一緒になることもあったし、まあでも、あゆみちゃんの名前はもう小さい頃からもうピアノ界では有名で、会ったことはなかったけど、もう名前はなんかいろんなとこで聞く。会ったことなかったでしたっけ？なかったです。ないです。僕の妹と先に多分会ってたと思う。そう、妹さんの未来ちゃんはね、結構お会いしてて、お母様もね、お母様そう頻繁にお会いしてて、会ったことある気がしてたんだけど。いやでもね、でも写真は見てましたよ。写真って何？なんかコンクールのさ、住野隼人っていう、アーティスト写真じゃないけどあるじゃないですかコンクールのさ、情報としてね。そういや、それは私も見てましたけどまあそれぐらいだったけどね。ね、でもなんか上手で有名だった気がする、隼人君いやいや、それはあなたもですよでももうその有名だったんだけど、なんかいきなりいなくなっちゃって、もうピアノやめたのかなって思ってたら、なんか帰ってきたから、そう長い時を経てそうやってたんだみたいなまあやってはいたよ、やってはいたけど、そんななんかコンクールバンバン受けるとかではなかったけどもね。いつからピアノ始めてたんですか？3歳から始めました。3歳から、でももうすごいさ、もう小さい頃からさ、バンとなんかいろいろ、それこそここに7歳でオーケストラと共演って書いてある、7歳でオーケストラってどういうこと？何があったら7歳でオーケストラと共演することになるの？でも7歳でオーケストラと共演したのは、コンクールで1位になってあるコンクールで、その副賞としてなるほど、そのオーケストラ共演があって、で7歳の時に初めてオーケストラと共演して、でもその後なんかそのまま、CD デビューしたりっていうのがこう続いたって感じ。CD デビューも14歳？そう、でも14歳なんですけど、レコーディングしたのは12歳なの。なんかちょっと損した気分だね。12歳って言えばよかったのにね。ねえまあ別にそれがどうという話ではないけど、最初何オーケストラとモーツァルトのコンチェルト26番戴冠式。俺も28歳の時に弾いたわ。弾いた？どうでした？27か。いや、俺最初さ、なんかそんな好きじゃなくて、あんま面白くないなとか思ってたんだけど、なんか上見したらどんどんハマっ
ってきて、不思議な曲だね。ああ、わかんないです。わかんないですなんかさ、めっちゃシンプルじゃない？そうそう、めっちゃシンプルじゃん。だから、そのモチーフもさ、タンタラタン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 タラタラタン、もうなんか同じ音の連続でさ、2楽章とかもさ、だからそのタン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 タラタタ、どう面白くすんだこれはみたいな。でもそういう時なんかこう音をこう増やしたりするの？あ、2楽章とかねめっちゃする。俺はだけど、いつも増やしてるもんねまあ曲によるけどあの曲はさ、まあ、結構左手も書かれてなかったり、自由度高いから、なんか装飾入れがちだけどね。でも私は逆にあんまりこう入れないじゃない。まあこのクラシック業界だし、まあ入れて2楽章でちょっとぐらいだから、逆にこう入れていろんな音を追加して弾けるのは、すごいなって緊張しちゃうと思う私は。きっとやってたしモーツァルトもね、モーツァルトねっていう気持ちで、ショパンとかはまあできないけど、モーツァルトとかこう、バロックとかはね結構チェンバロだったし、すごいアレンジして皆さん弾かれてたと思うから、でもフィーリングでパッて入れる。フィーリングで入れる時もあるし、なんかこうしたいなと思ってる時もあるけど、でもなんかショパンもさ、なんかノクターンとかマズルカとかさ、なんかそういうマズルカは微妙かな、わかんないけど曲によるけど、なんか装飾音入れてもいいかなと思う時あるんだよね。ああ、まあトリルとかちょっとした飾りとかは、まあでもなんかコンクール行ったからか、こう入れるのに慣れてないよね。楽譜にある。いやコンクールではさすがにちょっとやる勇気はない楽譜にあるままをこうに忠実にみたいな気持ちがあったから、まあね、いやそういう感じですからね、コンクールは。そろそろ一曲言っておきますか何を聞かせてくれますか？ベートーベンピアノソナタ第21番波長長作品53ワルドシュタインから第1楽章をお聴きください。
お送りしているのはベートーベンピアノソナタ第21番8丁調作品53ワルトシュタイン第1楽章。これを12歳でアメリカでレコーディングしたんですか？はい。でもすごいですね。そのレコーディングって聞いてたんですけど、うん、レコーディングって3日間とか1日中するじゃないですか、うん、それを知らないから、うん、なんか1回2回弾いて終わりだと思ってて、うん、ですごいもう周りが真剣で私はもうなんかもう行きたくないみたいな、12歳だからでみんなが、うん、だからもう本当に45分ぐらい弾いて毎回休憩みたいな取りながら、あ、もう全楽章っていうかその全部通してそのエンジニアさんだったり先生だったり気になるところをもう一回弾いてみたいな感じで、自分はこだわりがないじゃない、12歳でわからないし、でもすごいみんながおだてながら、なんとかレコーディング終えたって言ってた。かわいいエピソードだな。本当だって小学校6年生とか中学校1年生、小6で小学校6年生か、レコーディングしたことないから分かんないわ俺も。私も分かんなかったから、もうそこでもうレコーディングは大変なんだっていうのが、もう染みついちゃって、もうやりたくない。その最初にレコーディングした時はまだ留学する前？全然前です。全然前か、それででもそれアメリカ行ったのがなんかあれカーティス、全然カーティス入りたいとか全然思ってなくて、全然思ってなくて思ってなくて、じゃあどういうきっかけででもアメリカ留学する？その後にもう一回カーネギーでリサイタルがあって、ここ違う中学校3年生の時かな、でその時に、私その時習ってた先生がアメリカのジュリアードを卒業された先生だったので、まずアメリカに留学したらいいんじゃないっていう勧めがあって、もうその、カーネギーのコンサートの後にいろんな大学を見学したの。そうなんだ。イェールとかジュリアードとか、カーティスとか、でも全然分からなくて、でカーティスは一番ちっちゃくて、暗いしなんかあんまり興味がなかったんだけど、高校2年生の時に、だんだんこう日本でこのままいてもなって思って、とりあえず違うところに行ってみたいなと思って、でその時にカーティスは全額免除、全員全学生がなのでいいなと思って。そうなんだ。アメリカすごく高いじゃない、学費が。高いと思うよ、普通に行くと思うと大変だな。ジュリアードとかだってさ、もう誰が入れるみたいな感じじゃん多分。いやもう本当奨学金なかったら。いやいけない普通だといけない。でもカーティスでもやっぱ寮費だったり、その寮は最初2年ぐらい住んだんだけど、その後は自分でアパート借りてて、そのアパート借りてその私生活だけでもすごく高くて大変だったなって。でもさ今思うと一番円高だったぐらいでしょ。だって2013年。そう私行った時80円だったの。80円もう半分や。そうで終わる頃100円とか、101.105円ぐらいだったんだけど、それでも高くなったなと思って、そしたら今はもうすごいことになってるから、すごいことになってますよね。もう住めないなって。もう本当にね。だからもっともっとドルに変えとけばよかったあの頃。本当ね、そうですよね。でもそれでもやっぱ高いなっていう印象はあった。こう日本と比べるとニューヨークだったり、その辺の家賃だったり、あと日本食食べに行きたいなって思うと、外食するとね、そう学生でお金もなかったからかもしれないけど、もちろん、でも行ってよかった。行ってよかったと。なんか行く前と後で気持ち変わった？でもカーティスはやっぱ結構その世界中から
うん、その素晴らしい音楽家の方たちが集まってる学校の一つ、いやもうそれはもちろんねだったので、すごいなんだろう、みんなが向上心が高くて、その話してるレベルが次のリサイタルどうするとか、レコーディングのどうするとか、まあもうそういうのが当たり前なわけだから。そうだからその自分もこう同じ目線で話せる友人がこうたくさんできたっていうのは、自分もこう励みになって頑張らなきゃって思えたから、アーティスト行ってよかったのかなとは。ああ、そっか。日本にいてなんかこうもう振動みたいなこと言われてると思うんだけど、それがその同じように言われてきた人がそこに同じ量で生活するみたいな。でも本当毎日一緒だし、一緒に練習したり、でカーティスは人数が少ないから本当みんな家族みたいな感じで、もう今も仲いい友人っていうとやっぱカーティスの時の友人が多い気がする。ああ、そうなんだ。それは、いいね。興味ある？いいね。いや、あるよ。ほら俺そういうのがないからさ、なんか。でもフランス行ってたよね。いや、フランス行ってたよ。そのだからさ、なんていうの、この音楽大学で同じ寮に過ごしてみたいな。でも逆に東大で話せば。あら、東大の友達はいるよ。そりゃいるけど、まあ、それはそれでさ、みんな違うことやってるから面白いけど、でもなんかアメリカに、あれ今アメリカでしょ、になんか行く前なんかどう思うみたいな相談してくれたじゃん。そうだっけ。そう思う。どう思う、行こうか迷ってるみたいな。行けばってじゃあ行くわスーパー行くわみたいな感じ。そんな感じだったね、確か。まあそろそろお時間となってしまいましたんで、お知らせなどあれば。今後の4月11日12日に新日本ビルの定期演奏会に出演いたします。そこでクララ・シューマンのコンチェルトを初めて弾きます。初めてなんですね。そんな感じですかね。で、5月からまたリサイタルが。いいですね。小林さんには来週もご登場いただきます。引き続きお話を伺っていきます。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。住野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス。毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。